ご視聴いただきありがとうございます。アズパンです。今回のテーマは、時計を1本だけにするならについてです。2本目の指定モデルが変えた時の話もさせていただきます。前回は時計が趣味になったものの、腕時計の話ができていない状況から、時計仲間と周りの理解について話をさせていただきました。時計探しをしている時間は楽しく、また購入後に時計を眺めるのも嬉しいです。時計仲間と会話することでさらに幸せな時間になると思います。なかなか購入できてない方もいると思いますが、私の動画が一つのきっかけになれば嬉しいです。私はメインで運用している時計が3本となった時点で満足していました。また妻の時計も買うことができたので、時計仲間もできました。この時点で少し時計への情熱は落ち着いたように思います。予算面でもどんどん買える状況ではありませんでした。ちなみに妻に購入したデートジャストは 31mm サイズ、文字盤はピンクでインデックスはローマンを提案していただきました。ベゼルはドームと説明いただいたのですが、ついついスムースじゃないんですかと聞いてしまいました。ギザギザはフルーテッドで問題ないんですが、鏡面になっているベゼルは2種類あって、丸みを帯びているドームと平面のスムースがあるようです。デートジャストのベゼルはサイズで決まっているそうなので、フルーテッドかどうかだけ気にしておけば良いそうです。ちなみによりスッキリと見せたい場合は平面のスムースベゼルが良いと思いますが、設定上 41mm サイズにしかありません。正規店で 41mm が欲しい方は理由の一つとしてスムースベゼルにこだわっていると伝えるのはいかがでしょうか。もう一つ勉強になったのが、31mm のローマンインデックスには分刻みのインデックスがないことです。時間を合わせるタイミングは日によって違いますよね。ローマンインデックスだとちょっと困るのですが、内側の刻印が目印になるそうです。ロレックスのこだわりを感じられる瞬間でした。また、同じジュビリーブレスですが、バックルのデザインも少し違っています。31mm はコンシールドクラスプと言われるバックルが目立たない一体感があるデザインになっています。同じデートジャストシリーズでもここまで検討されているのは興味深いです。ロレックスファンなら知っているかもしれない知識でしたが、にわかファンには感心してもらえる可能性があるかもしれません。妻がデートジャストを購入してからは、一緒に出かけるときにお揃いのデートジャストをつけていくことが増えました。当然、休日に着用していくのですが、以前の動画でも話をした通り、私はデートジャストを仕事用としていました。デートジャストは休日向きではないと私が思い込んでいただけで、休日でもとても使いやすいです。設定にもよるのですが、最初の高級機械式時計はデートジャストがおすすめです。最新の情報はわからないのですが、オーバーホールのタイミングでダイヤルの変更もできるそうです。自分のステージに合わせて表情を変えることができる将来性もサステナブルでいいですよね。ちなみに私の周りでサイクロプスレンズが受け入れられない友達がいました。レンズがはみ出ているところに抵抗感があるそうです。iPhone のカメラでも同様の議論があったかと思います。慣れれば気にならないかと思いますが、どうしてもという場合はオイスターパーペチュアルもいいですよね。余談ですが、サイクロプスレンズは Web 会議でも判別できたことがあります。ダイヤルの3時位置だけ違う光を反射するからです。ということで、妻の時計購入をきっかけに、もしかしたら腕時計は1本でも問題ないのではないかと考えるようになりました。仮に1本だけにするならどの時計がいいでしょうか。まだ3本しか持っていないので考えるのは早いかもしれませんが、気になります。平日も休日も関係なく、デートジャストだけで過ごすことができたことにより、デートジャストだけでもいいように思います。ただ、デートジャストだけでは物足りなさを感じて購入したのがエクスプローラー2です。パッと時計ケースを見て、どれか1本にするのはすごく難しく感じます。それぞれに役割を与えてしまっているので、ベストな選択ができません。例えば、冠婚葬祭にはグランドセイコーをつけていきます。デートジャストやエクスプローラー2でも問題ないのですが、グランドセイコーがベストです。そんなことを考えなくても、3本運用しておけばいいという意見もあると思います。もちろんそれも考えました。
複数本保有している場合のデメリットは使用率の低下やメンテナンス費用、日々の手間でしょうか。もし1本で運用していれば、自動巻き機能により日付で困るのは2ヶ月に1回です。パーペチュアルカレンダーでなくても、アニュアルの時計が1本あれば1年間はそのままで運用することもできそうです。さらに、デートなしの時計であればそれすら考えなくても大丈夫になります。個人的な感覚としてビジネス用の時計にはデート表示があった方がいいと思ってました。書類の作成にしても日時の確認が多いのであると便利だからです。また、よりフォーマルな印象でもあります。ある日、後輩が賞与が出たので腕時計が欲しいと相談に来ました。条件を聞くと何度も買い替える気はなく一生使える時計にしたいということでした。3本保有して1本にすることができてない私にアドバイスを求められても困るのですが、一緒に考えることにしました。主な使用目的や予算がいくらなのか、目当てのブランドはあるのかなど、聞けば聞くほど楽しい時間でした。本人は至って真剣なので楽しみつつも話し合いを続けたところ、彼が最終的に希望したモデルはエクスプローラーでした。もう答えが決まっていたんではないかと思ってしまいましたが、斬新で黒文字盤、使いやすいステンレスにデートなしは確かに間違いなさそうです。どうやら私が正規店で購入できたことを知って聞きに来たようです。過去の動画で話をしたことをベースに伝えましたが、最終的には諦めてしまいました。制限モデルであるエクスプローラーに絞って購入するのは難しかったのかもしれません。後輩の相談を聞いて相変わらずの人気を感じていることもあり、時計屋巡りはしばらく行くことができていませんでした。資金面でも次々と買えるわけではなかったので、買わない私がブティックに行くのは気が引けていました。季節が変わり、自分の誕生日に家族で食事に行く予定があり、出かけたついでにロレックスに寄ることができました。時計貯金は少しずつ溜まっていましたが、十分とは言えない状況だったので、縁があれば検討しようかなくらいの気持ちでした。家族でロレックスのブティックに行ったのは初めてで、想像しいかと思ったのですが、快く対応いただくことができました。自分が持っている時計のラインナップと現状に満足していることを伝え、ずっと使える一本は何かで盛り上がったことを話しました。何か気がついた様子で、在庫見てきますねと言われて家族で待っていましたが、在庫はありませんでしたの言葉を聞いて帰るつもりでいました。久しぶりに時計の話題で盛り上がり、満足していたので、これを機に腕時計探しを再開しようかと思っていたら、ご提案したいモデルがあるのでこちらにどうぞと伝えられました。今回も特にモデルを指定したわけではなく、自分自身も目当ての時計を考えていなかったので、何を提案してもらえるのか全くわかりません。家族で通してもらっても十分広い個室で1本の時計が運ばれてきました。いつも通りトレイの上には布がかかった状態です。今回ご提案させていただきたいのはこちらですと開かれた先にあったのが124060サブマリーナのノンデイトでした。正直に言えばダイバーズウォッチは全く検討したことがありませんでした。過去の動画を見ていただいてもわかりますが、一度も話をしたことがありません。日常生活で耐水性を求められることもないし、ダイバーズウォッチというだけでビジネス向きではないと思い込んでいました。隣で妻はどんな時計か知りたそうにしていましたが、私が説明できなかったので、今回も店員さんに解説いただきました。私のラインナップにはダイバーズがなかったことや、複数本の時計を運用している中で、デートなしの方が手に取りやすいということを考慮し、提案していただいたそうです。考えてみれば、ノンデートの時計は保有していませんでしたし、黒文字盤もありません。ダイバーズも初めてです。コレクター心をくすぐるのがうまいなぁと思いながら、購入宣言があったのではないか心配になりました。購入の意思を伝えて身分証明書を提出したところ、指定モデルの宣言も外れていたので、問題なく購入することができました。誕生日ということもあり、甘えてしまいましたが、購入できてとても嬉しく思いました。店内にいるときは興奮していたこともあって思考停止していましたが、もし時計を1本にするのであれば、誕生日が入ったギャランティー込みで、サブマリーナノンデートが一番の候補になりそうです。在庫状況とタイミングが合えば、いつ提案されてもおかしくないのがロレックスだと思いました。
そして気がついたら購入してしまう不思議なお店です。今日は考えて明日来ますと言っても買えない可能性が高いからかもしれません。まだまだ時計素人の私が4本目の購入となりました。いつの間にか指定モデルも2本目です。時計好きになってからあっという間に時間が過ぎていました。ロレックスだけでなく腕時計ブティックに行くことが好きな私にとっては購入できない時間が長くても苦にならないのかもしれません。購入できたところだけ動画にしていますが、当然提案されなかった日もあります。他のブランドで買いかけた日もあります。それでも今言えることは、保有している時計はどれも最高です。どのモデルも自信を持ってお勧めすることができます。聞いていただいた皆様が良い時計に出会えることを祈っています。今回も最後まで聞いていただきありがとうございます。一個人の経験が役に立つかは分かりませんが、シリーズ最後までもう少しお付き合いください。次回は時計に求める個性をテーマに話をしたいと思います。次回も見ていただける方は手間をかけるのですが、高評価とチャンネル登録をお願いします。